人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって。はい、8日目。ちょっとね、寒さがえげつなくなってきましたね。裸なんですけど1度ぐらい。ワンチャン0度とか行ってそうな感じ。だって初日が5度だったんでしょ。だったら今0度だよ。じゃあ、早速ね、鹿がかかってないか見に行ってみましょう。初日から合計で253キロしか食べれていません。そろそろ動物が取れないと動けなくなるのも時間の問題です。お願いお願いお願い。なさそうじゃん。はい、おりません。踏むのかなこれ。ちょっと斜めってんじゃん。正解されてんのかな。踏めよマジで。あと今日4つ仕掛けるんで。さてさて、箱穴じゃい。2日目に仕掛けてた箱穴、そろそろ何かかかっていてほしいが、歩いてたら体が温まってきたぞ。かかってなそう。お腹ギュウギュウなってるよ。お腹空いた。なんで柿食わんのじゃ。売れてる柿しか食わない説。うわぁ、なんも入ってない。渋柿ってアリすら食べないんだ。どんだけタンニンの作用って強いんだろう。この渋柿に含まれてるのは微量のタンニンなんですけど、もしかしたらものすごい毒なのかもしれない。サバイバルが終わって調べたところ、タンニンはタンパク質とくっつきやすい物質なんですけど、虫の消化酵素ともくっつきやすいんですね。だから虫がタンニンを摂取してしまうと、いろんなものが消化できなくなるんです。つまり食べたら栄養失調になってしまう猛毒なんですよ。うわ、ここ新たな獣道できてんじゃん。頑張って駆け上っていった形跡が見られますね。やっぱこれイノシシちゃんがいるよ。鹿の走り方見てたらさ、パラッパラって感じだったじゃん。こんなさ、足跡がさ、ズル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 引きずるような感じじゃないでしょ、あいつら。これはイノシシだ。ここか、あっちの方にね、イノシシかけてもいいね。でもかける場所がないんだよな。木がない。あそこもイノシシが降りてきた跡がある。ほらほら、こうやって下まで行ってる。やっぱイノシシだ。で、この下が川になってるんですけども、河原には山では貴重なナトリウムを含む草が生えていて、動物が山から降りてくるんで、川に向かう獣道がいくつもあるんですよ。かける場所あったように、根っことか掘り出して根っこにかける説ある。いや、そんな無理しなくても。うわー、どこにかけたらいいか教えて。くそー、わからん。そんなに食わないもん。ちょっと舐めてたな。はい、ということでね、午前中塩を作っていきます。で、場所離れたりするんで、この巨大な丸太の上に乗せていきます。片手でいけるかな。よいしょ。で、これをもう一本持ってくると。これでいいでしょう。で、ここは火をつけていきます。だいたい息を吹きかけたら赤くなる。ほら、ここから火をつけていくんですけど、で、昨日の燃えかすね。燃えかすとかもこうやって置きまして、どんどんね、火をつけていきます。やっべえ、ものすごい火うまく起こせた。これがね、杉の木を間伐したものなんですけど、この杉の木がね、よう燃えるんですわ。で、上の方はね、保安林になってて、木を切るのがね、あんまり難しいんですけど、日本で最も使用されてる木材といえば、大体杉とヒノキだと思うんですけど、こんな感じでね、杉を高く育てるには、こういうね、横についてるやつがね、邪魔なんですよ。で、これを切り落として育てていくんですけど、これがね、切り落としてもさ、捨てるのもね、結構お金かかるんで、こんな感じでね、落としてあるんですね。海洋大の授業の時に聞いた話なんですけど、でさ、割り箸って環境に悪いみたいなイメージないですか？木を切って割り箸にしてみたいな、そんなイメージあると思うんですけど、実は割り箸って間伐材から割り箸ができてたりするんですね。どうせね、この間伐材なんて捨ててしまうものなんで、割り箸を使うことによって日本の林業を支えることにもなるんですね。なので皆さんね、バシバシ割り箸使っていきましょう。これがね、バリバリ燃えるんですよ。これ杉の木の間伐材です。はい、どんどん入れていきます。乾燥してないのに杉の木の間伐材はね、バチバチに燃えるんですよね。かなりね、油分を含んでるのかもしれません。マサルの体感通り、杉の木は燃えやすいんです。しかしすぐ燃え尽きてしまう弱点もあります。いや、やっとこれで半分終了ですよ。こんぐらい大火力でやればよかったんだ。でも夜はちょっと怖かったな。さすがに山火事起こせないからね。よーし、あともうちょいや。なんかめっちゃくちゃ濁ってるんだけど、何の濁りなんだろう。灰とかがいっぱい入ってるからなのかな。すごい濁ってるよ。もうあと30分ぐらいなんじゃないの。だってさ、この上の方とかもう塩できてるもんね。うわー、楽しみやな。意外と4時間ぐらいかかってます。塩作りって大変なんですな。おー、塩ができてる。嬉しい。ということでね、塩ができました。食べていきましょう。なんかめっちゃね、パチパチいってるんだけど、これ聞こえるかな？ちなみにこれは結晶の中に残った水が熱で破裂して起こしてる音なんですね。動画では映ってないんですけど、小さい塩の結晶がパチパチ飛んでました。
熱そう。取れない。iPhone でやるか。ナイス iPhone。こちらが塩ですね。うわぁ、大変だった塩作るの。往復1時間かけて組みに行き、2日間かけて生成しました。ただ塩を取ると言ってもサバイバル化では決して簡単なことではないんだと実感しました。7日目にしてようやく塩ですよ。食べていきましょう。いただきます。うわぁ、量が多すぎた。カレー。いやー、なんか本当に体が求めてたって感じの味がする。まさにこれを求めてた。いいね。そしてですね、ちょっと私、だいぶ体力がね、きつくなってきました。ちょっと本気でね、食べ物を取りましょう。まあ、狩猟に関して素人なんで、最悪取れなかった場合、魚を取りに行きましょう。異常に寒くて、普通に2度とか3度とか行ってるんで、もう冷蔵庫と一緒なんで。正直ね、海に入るのもリスクがあるんで、行きたくはないんですけど、さすがにもうきついんで、海、解禁します。こっから、メイン、イノシシ狙いで、仕掛けを作っていくんですけども、すぐね、体力の限界やってくるんで、一旦休憩させてください。休憩します。今何時だ？今10時59分です。7時からこの作業を始めたんで、4時間ぐらい。森の中でね、塩を手に入れるってすごい大変で、鹿の仕掛けに餌をね、いろんな感じで撒いたりするんですけども、ぬかが安いんでね、ぬかを使ってるところが多くて、で、ぬかの中に岩塩とか塩とか混ぜると、もう食いつきがね、良くなるらしいんですよ。だってここにさ、塩分なんてさ、ほとんどないじゃん。とにかくね、塩分を求めてるらしいです。面白くない？多分ね、ナトリウムを感知する機能とかもね、おそらくあるはずだよ。これだけナトリウムを摂取しなきゃいけないんで、人間にはあそこにナトリウムがあるぞとか、そういう機能ないけど、多分ね、野生動物あるんだと思う。これは俺のあくまでも予想だよ。では、一旦休憩します。2、3時間休憩して、くくり罠を仕掛けましょう。やっとね、みんなに仕掛けるところが見せれるよ。イノシシは嗅覚が異常に優れてるらしいんで、そして警戒心も高いということで、ちょっとね、声を小さめに、そしてこのゴム手袋を使って匂いをなるべく残さずやっていきます。ここにですね、明らかにイノシシのものと思われる獣道があるんですよ。で、こっからちょうどいいところにね、栗の木があるわけですね。で、この栗の木の下に仕掛けをしていこうと思います。見てもね、わからないと思うんですけども、これをちょっと上に上げていきますね。ここら辺にね、爪楊枝刺すところがあるんだよね。爪楊枝を刺しまして、反対側にこれを置きますと。こうですね。こうでございます。一応これで完成。で、これを埋めますと、くくり罠の完成。これはどうなるかっていうと、ボンと踏みます。ここにある安全ピンを抜くの忘れてました。こうなると1からです。また15分ぐらいかかります。くそー。なぜできない。いいや、失敗はつきものです。今から4つ作るんでしょ、俺。頑張れよ。こんな感じでバネを一点に凝縮させていきます。ただこれがね、難しいんですよね。コツをつかめるのは15日後ぐらいかな。お腹空いてるからさ、これめっちゃイライラするんだけど、仕掛けないとお腹は満たせないんだよね。こっからもう一回作成するの死ぬほどめんどくさいんですけど、発動したらどうなるのか見たいでしょ。発動させてみましょう。みんな説明書とかさ、読む？説明書さ、読まなくてもさ、大体のものってできるじゃん。だから俺あんま説明書読んだことなくて、これで完成や。ちゃんと作動するかどうかね、確認しておきましょう。お、いけそうだいけそうだ。さてこれがどうなるのか。じゃあこの木をね、ぶっ刺していきます。いきます。失敗じゃね？ちゃんとくくれてないんだけど。これ逃げるでしょ。仕方がない。誰も聞く人いないから。なえるな。どうしても見せたかったから後撮り。罠にかけたのはコロコロローラー。だいたい硬さわかるでしょ。これが本物のやつ。こんな風に、もうガッチガチ。今、100% の力で引っ張ってます。全く、抜けないです。かかれば足が引きちぎれない限りは取れるんですよ。
まあいいや、この栗の木の下にね、とりあえず仕掛けていきます。そう、5日目に穴掘ってもう少しのところまで行ってたんですけど、どうしてもね、うまくいかなくて仕掛けられなかったんですよ。まあでもね、完全に勉強してきてたらもうズルですからね、それは。自分という人間の無力さを味わうためにやってますから。じゃあここにね、くり罠を仕掛けたんで、で、この栗の木の下の近くにね、これ見よがしに栗を置いておきましょう。まあちょっとね、拡大とかするとね、この塩ビパイプが見えたりとかするんですけど、まあいいでしょう。くり罠むずいね。普通ね、多分ね、先輩とかいて先輩に教えてもらいながらやるもんだと思うんですよ。想像の3倍時間かかり、まあ20分で1個設置できると思ったら、1個設置するのにね、1時間かかりました。ということでね、今4時半なんですけど、あと1時間半で日が暮れてしまいますんで、渋柿をね、大量調達して、透明の糖分をね、確保します。まあ渋柿なんで多少傷んでもいいから、長い木を使ってもうバンバン振り回して、いっぱい取ります。ここでようやく、マシェットの出番です。あそこに生えてるね、長い木がちょうど良さそうなんだよね。あ、意外と太い。よいしょ。滑りますな。マシェットでいけるか。マシェットはね、使い方が難しくて、繊維に対して正しい角度で切らないと全然切れないんですよね。ノコギリの方が良かったかな。もういけるやろ。あ、もう外れてる。おー、いけた。いけたいけた。この長いところが欲しかったのよ。よっしゃー。やっと倒れた。いや、これかき取りにちょうどいいでしょ。一眼のバッテリーが、一眼レフのバッテリーが切れたんで見づらいですが、細かい枝を落として一本の長い棒にしています。マシェットは細かい枝を切るにはものすごく向いてますね。よっしゃ。長い木ゲット。干し柿何個あれば十分かな。まあ、50個あれば確実に十分。うわ、干し柿ポイントまで遠い。ちなみにこの長い木を持ちながらの移動です。なんか家の中でさ、ずっとなんかネットフリ見たり YouTube 見たりしてる時より、なんかすごいね、パワフルになってる。もうあの時なんてさ、食事はさ、もう完全に取れる状態で、お風呂もあるし、あったかいし、最高の条件が整ってたんだけど、たった栗3個しか食べれてない状況なんだけど、今の方がパワフルだね。まあ、昼3時間寝たっていうのはあるけど、まあ、それを加味してもパワフルだね。なんか野生スイッチみたいなのがあんのかな、人間に。もうみんな申し訳ないけど、三人称視点はありません。重たいです、あのカメラ。うわ、この橋渡っちゃう。大丈夫かな。うわ、これ落ちたらもう終わりじゃん。でも渡っちゃう。うわ、頑丈じゃない。めっちゃ揺れる。これ真ん中で折れるって全然可能性あるよ。うわー、後悔してるな。うわー、怖っ。うわー、こけた。危ねえ。来ました。渋柿最強ポイント。全部落としてやろう。誰やめちゃめちゃ落ちる。ちょっと想像以上に取れたんで、バケツ持ってきます。バケツで完熟したやつは入れない。完熟してないやつを明日皮むいて干し柿にする。ここで勝る痛恨のミス。熟々に熟した柿は熟しと呼ばれ、普通に食べれる上に栄養価も高いのだ。しかし勝はそのことを知る由もない。体力回復の千載一遇のチャンスを逃してしまったのだ。しかし渋柿さえできれば体力の回復自体はできる。遠回りではあるが渋柿作りに専念していくことにしよう。はい、こんだけ取れました。あんだけ落としたのに意外とね、べちゃべちゃになってないのはこれだけだった。これを皮むいて干していきます。べちゃべちゃのやつちょっと食べてみよう。甘っ。べちゃべちゃのやつってさ、ここにもあるけどさ、なんか抵抗あるじゃん。これね、ピチャーってやって。
食べて大丈夫なんかな。腐ってるわけじゃないよね。わからん。まあ、最悪なこと言いますけど、腐った魚と同じ食感。まあ、腹壊すとね、めんどくさいんで、一応食べていいかわかんないものは少量にしておきます。だいぶ見た目が野人化してきたね。いや、でも今回、やばいな。魚つきの場合さ、まあ、海だったらさ、もうどこに行っても、まあ大体この辺にこういう魚がいるなとか、この辺にこういう種類の生き物がいるなっていうのが、まあ大体わかるんですけど、山全然わかんないわ。マジでわからん。なんか1回2泊3日キャンプとか、なんかそういうちょっと甘いやつ挟んでからやるべきだった。何いきなり1ヶ月やってるんや。イノシシ取れてほしい。栗だけ食われてたらマジで俺泣くんだけど。栗だけ食われんな。マジで。みんなさ、ジビエ、あれ、臭いもんだと思ってるでしょ。ちゃんと処理されたジビエは、しっかり美味しいんですよ。昔みたいな適当に処理されてるところはね、なんかなくなりつつあるんですね。かなりね、綺麗にやられてて、まあ、例えば鹿なんですけど、鹿はね、豚のヒレ肉あるじゃないですか。豚のヒレ肉のうんまいバージョン。めっちゃ美味しい。で、イノシシはね、もうね、とにかくうまい。もうジューシーだし、豚の野生味ある感じなんだけど、別に臭みとかね、一切ないから。イノシシとかね、鹿肉、もう本当にうまいやつを知らないだけ。ウニの本当にうまいやつを知らないだけとは、全く別のもの。ウニは独特の香りあるけど、イノシシも鹿も独特の香りないから。ちゃんと処理してる場所はね。まあ、中にはちゃんと処理してない施設ももちろんありますよ。はい、7日目の夜になったんですけど、腹が減りすぎて寝れないんで、早を取りに行こうかなと思います。ザルで取れるかな。夜はね、基本魚寝てるんですよ。もちろん夜行性の魚もいるんですけど、ハヤは昼間起きてたんで、多分ね、寝てると思うんだよね。だからあんなしょぼいザルでも絶対取れるはず。いや、ザルあってよかったな。小学校の頃よくハヤつってね、食べてました。なんかドンコって言われてる魚の方が全然美味しいんですけど、まあハヤもね、今食えば最高にうまいはず。久しぶりのタンパク源だな。もう20匹ぐらいいないと腹の足しにならないと思うけど、20匹取れるかな。にしてもね、ここね、ハヤとサワガニしかいないんですよ。なんでなんだろうね。イノシシかかってないからちょっと見とくか。ブヒブヒ言ってないからダメだろうな。でも可能性ない。栗が食われてないかだけ確認しよう。栗かかってないね。ここだよね。ここだ、ここ。栗もしっかりありますね。あれが栗です。いやー、白意外とむずいな。なんか暗くなった。気のせい。これ最高でしょ。完璧。まあ、5センチ以上のやつね、取れたらいいね。あんまちっちゃいメダカサイズ取ってもね、しゃあないからね。ちょっと、入れるとこ探していきましょう。はい、プロテイン、プロテイン、プロテイン、さて、プロテインはいるのか。待ってろ、プロテイン。昼間たくさんハヤがいた場所に来たのだが、ハヤの姿が一匹も見当たらない。見えないだけ？ちっちゃいプロテインはいるな。隠れてんの？カニもいないと。ちょっと昼間ね、結構、でかいやつがいた場所まで行ってみるわ。いやー、だいぶ降りてきたよ。だいたいキンチョールのところ辺まで降りてきましたね。なかなか距離があるもんじゃ。このキンチョールポイントにハヤがいっぱいいるんだよ。まあ、滑りながら降りていきましょうか。ほぼ焦げてるんだよな。うわー、怖い怖い。ここにいるんじゃ。昼間いっぱいいたんだけどな。夜はあんまいない感じ？いや、いるな。あそこにハヤがいるわ。ほぼ寝てる。足を置けるかな？長さ的にいけるのか、いけないのか、いけなさそうだな。ハヤがいっぱいいるんだけどな、目の前に。逃げちゃうの？ハヤ意外と起きてんじゃん。くそー。なんもうまくいかねえ。ちょっと早めに行った方がいいな。よいしょ。取れたんちゃう？取れなーい。なんで取れないの？よし、取れた！取れた！こいつはでかい。よし。まあ、脳天を潰して、とりあえず1匹や。でも結構ね、でかいのいるわけ。よいしょ！よし！ 2 匹目！やばいやばい！これ、しっかり脳天を潰しておきましょう。よし。これで OK。これ取れんじゃん、全然。2匹目や。完璧。あんま深いところはね、取れないからね。まさか本当に取れるとは。こんなしょぼいザルで。いや、やってみるもんだわ。めっちゃ嬉しい。こういう浅いとこにはいないんだよな。はい、これね、栗拾った場所ですよ。もう栗は落ちてないな。ダメだね。よし、上じゃ上。前、カニを逃がした場所やな。魚おるか？手長エビいるじゃん。マジ？エビは後ろにしか下がれない。よいしょ。
入ったおー、手長エビ取れた。うそやん。手長エビ取れたよ。皆さん見てください。手長エビが取れました。手長エビいんの？これ激アツじゃね？めっちゃ袖濡れたけど。今日寝れるかな？なんで魚おらんの？さっきの手長エビ奇跡だった？もしかして。あそことかにも魚いるんだよな。でかいのいる。あれ？消えた。濡れてきた。左足も右足も終わった。いや、逆に終わったのであれば、もう怖いもんなしやろ。もはや俺に怖いものはない。冷た。冬の川の水冷た。冷たすぎる。しかもでかいやついない。冷たすぎる。もう手長エビいないの？手長エビいないの？最初なの。あの草の下にめっちゃいるんだけど。油断しきってるやつを取りたいね。てか、サワガニもいっぱいいるらしいから、サワガニも取りたい。で、なぜかね、早の警戒心が異常に高い。夜だよ。今ね、濡れてみて分かったんだけど、想像以上に冷たくない。思ったより冷たくないんだよね。そう、だから、1週間風呂入ってないんですけど、水浴びできるかもしれない。ちょっとそれ攻めすぎ？これ石ひっくり返したらサワガニ出てくるとかないのかな？おら！そういうわけでもないんだ。めっちゃむずいやん。でもこれ網やったらマジで絶対に無双できる。これね、水の抵抗がすごいのよ。全然動かない、水の中で。くっそー。まあでも、2匹と手長エビ取れたから、上々ではある。はい、ということで、早がね、結局3匹取れました。手長エビは紛失した。そして、俺の体力が、限界が来ました。想像以上に大変だった。もうこれ明日の朝ごはんにしましょう。もう夜の気温はね、1度ですから、普通の冷蔵庫より冷たいからね、腐るということはないですから。魚の塩焼きっていうさ、久しぶりにちゃんとした飯が食えますから。ということで、7日目終了や。